剣を振り下ろし杖を操る、一体何の練習？剣を持てば合気剣、杖を持てば合気杖、剣の利合いから合気道の動きができたと言われていますよ。これは確かに合気道だ。この杖の動きが素手でも同じ動きで杖を持ってる感じで投げるってことです。武器の使い方と素手の動きが同じって一体どういうこと？白川隆二先生に聞いてみよう。どうして合気道の道場で武器を使っているのですか？これは一般的な練習なのでしょうか？そうですね、剣杖は道場によってやってるところやってないところあるんですけど、うちの道場は剣と杖両方ともやってますね。それは合気道の稽古として？そうです、合気道の稽古としてです。海祖上島森平王は剣を持てば合気剣、杖を持てば合気杖といって、剣の動きから剣の利合いから合気道の動きができたと言われてるんですよ。あ、そうなんですか。この正面打ちっていう動作は今の現代でこんな攻撃ないんですけど、これは剣を切り下ろす動きだったんです。これって正面打ちって。ということは、はい、その相手がこう剣を持ってきた場合に対応できるような技術だったんだ。はい、ちょっとそれ見せますね。ぜひ。そうするとイメージが湧くと思います。そうですね。はい、そもそも素手で戦うものじゃないんですよ。剣対剣、はい、あるいは武器対武器で剣がこうバーンって弾かれたり折れたりした時に初めてこう体術っていうのが昔はそうです。素手でいきなり戦わないですよね。剣と剣の戦い、あるいは杖とかいろんな武器の戦いの中で剣とか武器が外れたからあえてこう、例えばじゃあ正面打ち、これが剣振り下ろす動作が、これなんですよ。そっかそっか、なるほど。そしてじゃあいいですね、この動作小手返しっていうんですが、これが今のイメージしていただくと全く同じ、そうですね、はい、動きですよね。四方投げっていうんですが、剣切り下ろす形でイメージ湧きやすいです。確かに。じゃあ剣の身体操作、つながってると言われてますね。切り下ろす動作、あるいはこう、投げる動作ですね、この切る動きっていうのがやっぱりやってても剣やってても体術つながってるなって感じる時はあります。そうなんですね。それを取り入れてらっしゃるってこと？そうですね、剣しっかり振ることでしっかり抑えられる、しっかり投げれる、その体作りのためにやってます。杖も同じなんですか？杖も同じですね。杖も同じように相手がついてきたやつを掴んだり、あるいはこっちが杖を持って投げることもできるんですよ。例えばこう突きありますね。これをさばいて、杖の投げですね。で今度こっちが杖を持ってこうやって叩いた方が有利じゃないですか。だからそうさせないように掴んでくるっていう動作があるんですよ。でこう掴まれた時に投げ技がこういうものがあるんですよ。ちょっとすごい。さっきほらちょっとこの面白い受け身したじゃないですか。ここで出てくるんですよね。本当だ。ここで出てきた。へえ。現れてお尻つくんじゃなくて素早く立っていく。なるほど。でこの杖の動きが素手でも同じ動きで杖を持ってる感じで投げるってことなんです。杖をイメージしてこれ
実践で使えるってわけではなくて、こういう動きで体さばきを覚えていくっていう意識でやってます。実際に剣取るってすごい難しいじゃないですか。ですがそういう硬いものに対して柔らかくさばいていく、非常に難しいんですよ。でもまさに白川先生の場合はその筋力とかっていうのでやってないですよね。力まないように力を使っていくっていうのが大事なんですね、合気道では。こういう力じゃなくて常にリラックスした形。力まないようになるっていうのも相当難しいです。これが何回も繰り返さないとできないんですね。強い投げでも全部力むって肩が上がったり息を止める力なんですけど、リラックスしながらパーンと。人間って普通こう手掴まれただけでグッとこうなるじゃないですか。それをなくすわけですよね。そうなんですよ。脱力していく。あと呼吸ってよく合気道では言うんですけど、呼吸を止めないんですよ。全部呼吸しながら投げていく。息吐きながら、大きい投げする時でも普通は息止めてガッて投げるんじゃなくて、息吐いてリラックス。これ全部息吐きながら。吐きながら。はい。投げる時に吐いてます。投げる時に。時でも息吐いてやってるので力んでないですよね。今更ながらこの気合って入れないんですね。入れないです。入れてしまうと気合は力みにつながるので、息を吐きながら、息は止めないんですけど、えいって言うと、否定してるわけじゃないですけど、えいって言うとなんかこう肩が張るイメージがあるので、声出すのは強く投げるときはもちろんいいと思うんですけど、ただあって固まらないようにするみたいな、常に呼吸をしていて、そして力まないで強い力を出す稽古なんです。力まないで。呼吸自体も力まないで平常の呼吸ってことですか？ふっと吐きますよ。それは吐きます。通常の呼吸では投げれないです。相手の力の流れを生かしてでもこう投げる瞬間にグッと歯を食いしばったりとかもしないです。それをなるべくそれをなくす練習なんですよ。はっていう投げる練習。剣振る時ってやっぱりこうあえて声出させるんですけど、そうじゃないとうんってなりがちなので、一応えいって基本的には出すようにしてます。どうしてもこう力入れてきれよって言ったら絶対力で声出ますよね、剣の場合に。なるほど。息止めないでこう力入れてもらうために、えいっていう声で分かりやすくやってます。分かりました。どうしてもこううんってなっちゃうんですよね。力強く投げろって言ったら。なるほど。力の質ですからね。質を高めていく。さあ大好評の道場生紹介コーナー。今日のピックアップはこの人。こんにちは。みんなはほとんど子供の時からやってたじゃないですか。お父さんは社会人になってからです。そうですね。おじさんから始めました。社会人になってからも本当にやる人多くて、でも特に後藤さんは社会人になってから一生懸命本当に稽古してますよね。後藤さんがじゃあこの道場に通おうと思ったきっかけっていうのは？きっかけですか。昔から何かしら武道をしたいっていう思いがあったんですけど、なかなかタイミングとか環境とかがなくて、ちょうど職場の近くにその教室が新部錬成塾で教室がありまして、そこにちょっと思い切って行ってみようということ。後藤さんまず受け身ってすごい上手ですよね。受け身がですね。受け身も上手。ちょっとそれ見せていただきたい。じゃあ後藤さん普通の受け身。すごい、確かにすごいですね。しっかり受け身取れますよね。社会人になってから始められて、今何年ぐらいやられてるんですか？今年で5年目に。5年？たった5年でこんな年数じゃないんですよ。実は稽古量になんですよ。めちゃやってる？やってますね。毎日のようにとか。だって5年10年やっても週1回の人と、5年10年やって週3回の人、週2回の人だったら2倍3倍なので、稽古量とあと質が問われますね。これはすごいなと思いました。子供の時からやってなくても後藤さんのような受け身もできるし、やっぱり身についてらっしゃるって感じがしました。でも何回も受け身しますよね。そうですね。こうなるまでにやっぱすごい努力されてます。やっぱそうですね。怪我とかはされたことないですか？怪我はおかげさまで。ないです。でもここが面白いところで、こんなに激しく稽古してたら
怪我すると思うじゃないですか。本当後藤さん怪我ないですよね。もう2、3回脳震盪とか起こしてるんです。いやいやいや、後頭部も打ったことないと思いますよ。投げる人がやっぱり強く投げてるように見せてちゃんとコントロールしてるので、力の加減っていうのをしてるんですよ。でもこう社会人になってからここまでそうですね、すごい今もうやっぱり見てるとものすごい努力されてるなって思いますね。あとやっぱ楽しいですよね。そうですね。楽しみながら稽古するっていうのが非常に重要でして、どうしても武道だったら厳しさだけって思うじゃないですか。やっぱ楽しくないと結局は続かないので、やめてしまったらやっぱりなかなか武道の良さって分からないと思うので、楽しく厳しく。はい。後藤さん、せっかく先生がここにいらっしゃるので、先生を相手にちょっといろんな技を見せていただけますでしょうか。もろ手取りでやってみましょうか、みんな。はい。もろ手取りって片方の手を両手で掴む。これちょっとお父さん重要なの。いやすごい、正直すごいと思いました。社会人になって初めて5年でここまで身につけられるのはすごいなと思いました。一生懸命稽古をするとですよね。いやすごいですよ本当に。でも本当普段から質の高い稽古、質の高い稽古をたくさんしてるんですよ。なるほど、素晴らしい。でもこういう社会人の方もやっぱりやってくれると嬉しいですよね、稽古。やっぱ若い人からできれば若い人はできるし、社会人の人もできるし、ある程度年齢がいった人もできる。そして老若男女、男性と女性みんなができるっていうのは本当素晴らしい武道で、これ試合がないからこそできる武道だと思います。なるほどね。ありがとうございます。白川隆二先生の合気道シリーズ、次回は座り技。お楽しみに。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。